今回の動画では、8章実装と同時期に実装される限定オペレーター。家族が傷つけられるのは嫌。家族を傷つけそうなものは全部壊すよ。狙撃オペレーターロスモンティスの紹介及び概説を行っていきます。こんにちは、ドクター。エリートオペレーターのロスモンティスだよ。ケルシー先生の許可が出たから、私とチームの指揮権はドクターにあるよ。私の力を正しく使ってね、ドクター。それから、私は物忘れがひどいから、忘れてそうなことは教えてね。ロスモンティスは前衛オペレーターであるブレイズと同じく、ロドスではエリートオペレーターとして活動を行っている人物で、ブレイズが強襲を得意としたエリートオペレーターであるのに対して、ロスモンティスは敵の殲滅を得意としたエリートオペレーターとなっています。ロスモンティスの戦場掌握能力は凄まじく、対大型生物、ハードターゲットの破壊、施設の緊急掌握は当然として、小規模な衝突程度であれば、ロスモンティス個人で制圧できるほどの戦闘能力を所持しており、殲滅という点では、ロドス所属としては、間違いなく最強のオペレーターと言えます。それゆえに、7章でも描写されていた通り、殲滅に伴う破壊の規模が尋常ではなく、ロドスがロスモンティスを戦場に投入するということは、敵や建物への損害を考慮しないということであり、文字通り敵を完全に殲滅するということを意味します。そして、ロドスが敵対勢力と話し合いではなく、武力による解決を行うという意思の表れとも言えるでしょう。ロスモンティスがこのような非常に強力な力を操ることができているのは、彼女の過去が関係しており、ロスモンティスはプロファイルの資料によれば、クルビアにあった実験室の被験体だったためと思われます。彼女は被験体として実験室で非人道的な実験を行われた人物であり、その実験の際に感染器官を移植されました。つまり、ロスモンティスは人工的に作り出された感染者ということです。ですが、この感染器官は臓器移植というようなレベルのものではなく、完全に人工物の器官を移植しているため、同じく意図的に感染させられたと思われるスペクターとは異なっており、この人工感染器官はロスモンティスに必要以上のオリパシーの侵食は行わず、ある意味で共存しているという状態を保っています。そのため、ロスモンティスの原石との融合率は 1% 未満という、厳密に言えば原石の成分が体内で巡っているのに、オリパシー患者ではないという他の感染者にはない状態です。では、ロスモンティスにはこの人工感染器官によるダメージがないのかというと、そういうわけではなく、医療オペレーターたちの推測によれば、この人工感染器官はロスモンティスの記憶に影響を与えており、人工感染器官はロスモンティスのアーツの作用も影響して、ロスモンティスの脳から記憶を喪失させるという記憶喪失の症状を引き起こしています。ただ、オペレーターのタッチによれば、実際には記憶は喪失しているのではなく、記憶の封印をこの人工感染器官とアーツは引き起こしているのではないかとのこと。そして、この記憶の封印もロスモンティス自身をストレスから守るための、ある種の防衛反応ではないかとされています。そのためなのか、ロドスのオペレーターたちのことを自身の家族と捉えているロスモンティスは、殉職してしまったかつての仲間たちのことを一切思い出すことができません。つまり、家族が死んでしまったという記憶を人工感染器官は、ロスモンティスにとっては嫌な記憶、有害な情報であり、ロスモンティスを傷つけないために意図的に封印しているものと思われます。ただ、これは言ってしまえば善意の押し付けであり、ロスモンティスはいなくなってしまったオペレーターたちが記憶からもいなくなることを望んではおらず、記録機を使って何とか記憶を保とうとはしていますが、非常に苦悩をしているとのこと。そして、ロスモンティスには記憶以外にもアーツの動作に大きな特徴があり、ロスモンティスのアーツは一般的なアーツよりも具体的であり、より実体的です。彼女のアーツは言うなれば、精神実体とも言えるような形を示しており、テストによれば、まるで4本の見えない手を使っているような動きを示したとのこと。これらの見えない4本の手は、一般的なアーツとは異なり、温度差が大きい場所で使用すると、実際にはロスモンティスは受けてはいないものの、ロスモンティスは凍傷や火傷のような痛みを感じるようです。
なぜこのような精神実体ともいえる挙動を示すのかは分かってはいませんが、ロスモンティスは自身の体の中には今も兄弟たちが生きていると思っており、これらの見えない4本の手はもしかしたらロスモンティスの体の中で生きている兄弟たちの精神を反映させた存在なのかもしれません。そして記憶が封印されるという症状もこの兄弟たちが彼女を守るためにしている行動の結果なのかもしれません。ロスモンティスのモチーフとなっている生物は、アメリカンショートヘアのシルバーマッカレルタビーかと思われます。アメリカンショートヘアは日本でもアメショウと略されるように非常にポピュラーな品種であり、性格は温厚かつ物おじせず、たくましく飼いやすい猫とも言われています。また、頭も良いとされ、人語をある程度理解できるとも言われているため、名前を呼ばれれば反応してくれることが多い品種でもあるようです。なお、シルバーマッカレルタビーとは、その猫の模様のことを表しており、シルバーマッカレルタビーは虎のような黒い模様が特徴的です。日本ではサバトラ猫と言われることが多い模様でもあります。この大地は簡単に良くならないのに、人間は周りに流されてすぐに悪くなっちゃう。ドクター、私たちは悪い人になっちゃダメだよ。もしドクターが悪い人になるなら、きっとすっごく悪い人になっちゃうと思う。そんなことはさせない。ロスモンティスは攻撃範囲はファイヤーウォッチやアンブリエルと同じ広範囲狙撃型となっていますが、特性の効果はこれまでに実装されたオペレーターにはなかったものとなっており、現状では唯一の能力の特徴を持った狙撃オペレーターとなっています。ロスモンティスの特性は通常攻撃がダメージ範囲の小さい地面範囲物理攻撃を2回行うというもので、実際のダメージ範囲はこのような円形状のものとなり、この攻撃範囲内にいるすべての敵にダメージを与えることとなります。なお、地面範囲物理と記載されていることからもわかるように、ロスモンティスは空中の敵を攻撃することができないという狙撃オペレーターなのに地上専門という非常に特殊な性能となっています。配置コストなどの基本ステータスもどれにも属さない性能となっており、範囲狙撃と広範囲狙撃、団体狙撃を足して3で割ったような、かなり特徴のある数値となっています。攻撃力や HP などのステータスは、特に防御力は他の狙撃オペレーターよりも高くなっており、全体的な耐久力は非常にコストが高い狙撃オペレーターである、イグゼキュターやアオスタに匹敵するものとなっています。配置コストの面から言えば、破格の耐久力と言えるでしょう。また、実耐性があることも他の狙撃オペレーターにはない特徴です。一方の攻撃力は2回攻撃ということや攻術する素質の効果を反映してかやや低めとなっており、攻撃範囲と特性や素質によって低い攻撃力をカバーするタイプになっています。素質、殲滅戦装備は攻撃対象の防御力を一定数無視するという効果で、イグゼキュターの素質であるアサルトカスタムと全く同じものとなっています。最大で無視する敵防御力の数値も175と全く同じとなっており、物理攻撃のロスモンティスの攻撃力を実質的には上昇させる効果でもあるので、非常に相性の良い性能と噛み合った素質の一つと言えます。もう一つの素質、定常感知はロスモンティス配置時にステージ上に術師が配置されていれば、自身と術師1人の攻撃力をプラス 8% するという効果。能力の性質としては、エクシアの素質である天使の祝福の対象が術師版とも言えるものにはなっていますが、天使の祝福は他にオペレーターがいなくてもエクシアを配置した瞬間に効果が発動するのに対して、定常感知はロスモンティスを配置しているとき、他に術師がいなければ、自身への攻撃力強化も発動しないという術師ありきの効果となっています。これに関してはメインストーリーでも描写されたように、アーミヤがいてこそようやく精神を落ち着かせることができるという面を反映しているのかもしれません。いずれにせよロスモンティスは物理防御が非常に高い敵に対しては無力となりがちなため、術師と組ませることは必須であり、ほとんどの場面ではこの素質も発動することになるかと思われます。なお、気をつけたい点は、効果の発動はロスモンティスと術師が配置されている間となっているので、術師が撤退してしまった場合はこの素質の効果は消滅します。
ただ、再び術師を配置すれば効果は再度発動するので、再配置をしなければ他のオペレーターに効果を移すことができない天使の祝福よりかは使いやすくはなっています。潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス32、素質1強化、コストマイナス1となっており、特に潜在4段階目と5段階目が優秀な効果となっています。5段階目まで強化を行うことで、実質的には攻撃力プラス47とほぼ同義となるので、可能であれば4段階目、または5段階目まで潜在を強化することをお勧めします。スキル1、思考膨張はいわゆる強撃系のスキルとなっており、SP が溜まった状態であれば、次の攻撃時、敵に追加で術ダメージを与えるという、非常にシンプルな効果となっています。ロスモンティスは範囲攻撃タイプという特性上、防御力が低い相手も高い相手も一緒くたに攻撃することが多々あるため、物理と術攻撃の両方のダメージを与えられるこのスキルは、ダメージの均一化という点で貢献できるスキルと言えます。また、最大まで強化をすれば、通常攻撃3回に1回スキルが発動することになるので、スキルの発動サイクルとしても優秀で、攻撃間隔は長いものの、サポート程度であれば、疑似的な範囲術師としても運用することができます。スキル1の火力と他オペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、単発の威力であれば、スキル火力はシュバルツやエクシアよりも低くはなっていますが、シュバルツやエクシアは単体狙撃なのに対して、ロスモンティスは範囲狙撃となっているので、攻撃に巻き込む敵の数が多ければ多いほど、与えられる合計ダメージは上昇していきます。その点で言えば多くの場面で叩き出すダメージは、シュバルツやエクシアよりも大きくなるでしょう。ただ、ロスモンティスは戦術したように、元の攻撃力はあまり高くはありません。そのため、防御力や術耐性が高い敵に対しては、総合的に見ると、シュバルツの方が処理する速度が速かったということもあるので、この点に関しては、やはり住み分けが必要という結論に至るかと思います。総合的に見ると、他のロスモンティスのスキルにはない追加術攻撃があるので、飛び抜けたダメージを叩き出すことはないものの、汎用性が高く、雑魚的の一層という点では、相手をほぼ選ばないので優秀なスキルとなっています。そのため、性能としては優秀ではあるのですが、問題は特化に要求される素材とスキルの上昇率となっており、8章実装と同時に実装される新たな素材、上級クリスタルが特化に要求されるため、特化による上昇率を考えると、かなり効率の悪い特化内容になってしまっています。ですので、これらの要素を鑑みて、スキル1のレベルは、7で据え置いてしまってもいいでしょう。スキル2、抹消破断は、ロスモンティスの攻撃間隔を増大させ、攻撃力を強化、さらに余波ダメージを2回追加、つまり攻撃力の 100% の物理ダメージが1回、攻撃力の 50% となる余波ダメージが3回の4回攻撃となり、攻撃と余波ごとに敵を 20% の確率で一定時間スタンさせるというスキル。スタンさせる確率は表記としては 20% と低めにはなっていますが、実際は 20% の抽選を4回行うというものになっているので、実際のスタン確率は 59% とやや高い数値となっています。また、攻撃の範囲も通常時の 0.9 マスから 1.5 マスまで拡大されることになるので、巻き込むことができる敵の数も増加します。スキルの全体像としては、複数の雑魚敵の一層に対してより特化した性能といえ、攻撃間隔が長くなってしまった代わりに、スタンによる牽制能力を手に入れたスキルとなっています。また、発動時間の割に必要とされる SP は最小で30となっているため、スキルの発動時間は全体を通して見ればかなり長めのスキルです。そのため、決戦用スキルというよりかは、高頻度で発動させて雑魚敵を殲滅し続ける、常用系のスキルと言えるでしょう。スキル2の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りとなっており、元となる攻撃力の低さとスキルによって上昇する攻撃力があまり高くないことも相まって、一発あたりの攻撃力はあまり高いものではありません。ただ、このスキルの神髄は実質4回連続攻撃のため、総ダメージが凄まじい数値となっていることがわかります。一方で、防御力によるダメージの減衰も受けやすい攻撃にはなっていますが、
素質によってある程度は緩和することができるので、中程度の敵であれば依然として高いスタン確率とダメージを叩き出すことが可能です。逆に高防御系の敵には無力にはなってしまうでしょうが、そもそもロスモンティスに高防御の敵を任せるということが運用では想定されていないので、あまり気にする点ではありません。素質による術師の強化のことを考えても、ロスモンティスが対処できない敵を術師が対応するというのがおすすめの敵の処理方法です。総じて敵に対してのコントロール能力と殲滅能力は非常に優秀な性能となっているので、地上の雑魚敵が大量に出現するステージでは選択肢の一つとなり得るスキルとなっています。ただ、攻撃速度が遅くはなっているので、猟犬といった移動速度が速い敵は苦手としており、また、他のスキルでも言えることではありますが、空中の敵には攻撃することができないので、ロスモンティスとは別に対空中ユニット用のオペレーターを編成してやる必要があります。以上のことや特化に必要となる素材を鑑みて、スキルのレベルは7または上昇率が高めとなっている特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。スキル3、あなたが望むがままにはスキル発動後、ロスモンティスの攻撃範囲に戦術装備と呼ばれる設置物を召喚。自身の攻撃力を強化し、攻撃間隔を短縮。攻撃は2体の敵に対して同時攻撃が可能となる代わりに、ブロックされている敵しか攻撃をしなくなるスキルです。戦術装備の使用は、ビーズワックスのオベリスクとほぼ同じ仕様となっており、敵が存在するマスに優先して召喚され、敵がいない場合には攻撃範囲内にあるマスのどれか2マスにランダムで召喚されます。この際、配置できる地上マスがない場合は何も召喚されません。戦術装備とオベリスクの性能を比較した表が上記の通りとなっており、戦術装備の性能はオベリスクとおおよそ同じ性能にはなっていますが、ブロック数が1少なく、わずかに防御力は低くなっています。ただ、HP5000 の前では防御力40の差はほぼ誤差と言えますし、ブロック数に関してもオベリスクは1体しか召喚されないのに対して、戦術装備は2体召喚されるので、総合的な性能で言えば戦術装備の方が優秀です。なお、オベリスクと戦術装備は出現時、どちらも敵を最大で3秒間スタンさせますが、オベリスクは出現と同時に敵に術ダメージを与えるのに対して、戦術装備は出現時はダメージを与えませんが、戦術装備にブロックされている敵は常時、防御力がマイナス160されるという効果を持ちます。この効果はロスモンティスの素質である敵の防御力を無視する効果と重複するので、ロスモンティスが戦術装備にブロックされている敵を攻撃する際には、敵の防御力は最大で335も無視されることとなります。続いて、スキル3と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっており、一発の攻撃力は他のスキルと比べるとスキル2と同じでやや低めの数値にはなっていますが、通常時と比べて攻撃の手数が大きく増加しているため、DPS という面では数値は非常に高いものとなっています。さらにこのスキルは単一の敵に2回攻撃が直撃する可能性もあるため、仮に直撃した場合は凄まじいダメージを叩き出すこととなります。その敵が戦術兵器にブロックされている敵なのであればなおさらでしょう。火力面は総じて狙撃オペレーターとしては暴力的とも言える数値となっており、まさしくロドス最強の殲滅オペレーターの名を欲しいがままにしている性能と言えます。敵をブロックしている数次第ではここからさらに火力は増加することとなるので、複数体の敵を殲滅するという意味では現状では過剰とも言える性能かもしれません。ただこれらの火力を叩き出すためには環境をきちんと整えてやる必要があり、雑に使って火力が出せるというスキルではありません。適切な地形や適した敵相手での運用をすれば凄まじい火力が出せるでしょうが、逆に全く適さない環境だと必要 SP の割にはほとんど敵を殲滅できないというスキルにもなり得ます。総じて言えば得意な分野と苦手な分野がはっきりとしているスキルであり、大量の雑魚敵の殲滅を得意としている一方で、例えばゴースト兵のようなブロックできない敵や空中の敵はそもそも攻撃ができず、戦術兵器の配置が変則的な環境だとスキルとしての価値は半減してしまいます。端的に言うと戦術兵器が攻撃範囲ギリギリの位置に設置されてしまうと、戦術兵器がただ敵に殴られているのを黙って見ているしかないということも起こり得るということです。
一方で素質、弱点分析によってブロックされている敵が受ける物理ダメージを強化できるシェイシャや、オベリスクによって敵をブロックできるビーズワックスとは相性が良く、様々なシナジーが考えられるスキルとなっています。以上のことや特化に必要となる素材を鑑みて、スキルのレベルは7または上昇率が高めとなっている特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。ロスモンティスの基地スキルはどちらも製造所に関するものとなっており、新たな数値となる感知情報と思考連鎖を使用するものとなっています。一つ目のスキル、長官はロスモンティスを製造所に配置した際、宿舎に配置されているオペレーター1人につき感知情報を1つ得ます。宿舎は最大で20人のオペレーターを配置できるので、この時点では最大で20の感知情報を得られることとなります。この感知情報は自動的に1つにつき思考連鎖1つへと変換され、思考連鎖は基地スキル念力または精神実体の生産力を高めるものとなります。そのため、ロスモンティス単体では実質的には生産力プラス 20% が最大の製造効率となります。ですが、新たなシステムが作り出されたということからもわかるように、たった製造効率プラス 20% で終わりはしません。ロスモンティス実装時点で、この感知情報と思考連鎖を使用できるオペレーターが他にもおり、ウィスパーレインは事務室に配置することで、最大で20の思考連鎖を提供することが可能となっています。ですので、現状のロスモンティスの最大製造効率は 40% となるわけです。ただ、そうは言っても、まだ最大で 40% となっており、ウィスパーレインの事務連絡速度は決して高いものではないので、本格的な運用はロスモンティスとウィスパーレイン以外に感知情報と思考連鎖を使用するオペレーターが出てからとなるでしょう。それでは実際にロスモンティスを使用していきます。今回使用するステージは H7 の1。ロスモンティスのステータスは昇進2のレベル90、スキルは3の特化3となります。家族を傷つけそうなものは全部壊すよ。前に進むぞ。リンゴちゃん、今日もよろしくね。始まる。ロスモンティスの攻撃は分かりづらいですが、2回攻撃となっており、敵の HP ゲージは段階的に減少する動きを見せています。命を奪うようなことはいたしません。ここからは一歩も引かない。わあ、寝ちゃうところだった。この程度で止まると思う。スキル発動後は敵のいる位置に優先して戦術装備が出現。敵は一定時間スタンし、防御力が160低下。ロスモンティスはかなりの速度で2体の敵に攻撃を行います。なお、この攻撃も範囲攻撃となっているので、攻撃範囲が重なる位置にいる敵は、通常攻撃2回、余波攻撃2回の実質4回の攻撃を受けることとなります。戦術装備のステータスは画面に表記されている通りです。ドクター、ここっていい景色だね。諦めるな。ドクター、この力どうか受け止めてください。あなたのことをさえすれば怪我しなくて済む。
天さんの剣術がこの剣を流れています。こちらアーミー、あなたの考えにアーツも切り裂けます。大勝利！ドクター、私ちゃんと役に立てた？ロスモンティスは低防御力から中防御力の敵の殲滅に特化しているオペレーターで、攻撃範囲の広さや設置物を呼び出せるということから、特に密集している敵に対して高い殲滅力を誇っています。一方で高防御力の相手には攻撃力があまり高くないということや、2回目の余波ダメージは 50% の攻撃力で攻撃するという特徴から非常に苦手としています。また空中の敵には攻撃できないという明確な弱点も存在しており、得意な場面と苦手な場面がはっきりとしているオペレーターと言えるでしょう。強力な性能を持ちつつも万能な活躍をすることができないという点では、これまでに限定オペレーターとして実装されてきた2円ダブルと通じるものがあるといえ、強力な性能を所持している一方で必須ではないというのが限定の形なのでしょう。ロスモンティスもこの形に準じたものとなっているので、性能面では必須というわけではありません。ただ、アークナイツの限定は入手機会が1年に2回あるかどうかというものとなっているので、可能であればぜひともこの機会に入手しておきたいものです。以上でロスモンティスの紹介及び概説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。